ボタニカリスティックスです。今日はウィルデマニアーナって何というタイトルの動画をやります。でね、もしね、今あなたがウィルデマニアーナって何という疑問を持ってて、それでこの動画にたどり着いたら、その答えを聞けると思ったらですね、ごめんなさい。残念。そういう動画になってないです。ウィルデマニアーナって何って僕がね、言い続ける。そんなね、動画です。ただひたすらね、ウィルデマニアーナって何ってね、問いかけていくっていうね。嘘ついてないでしょ？タイトルもそう書いたから。で、もちろんね、いろいろね、調べたこととかもあるんで、そういうのをね、ちょっと話していきたいなと思うんですよね。でね、これ何でしたっけこれ。このフィカス。知ってますよね？みんな知ってますよね。アルテシマ。そう、その通りです。何それ？ウィルデマニアーナ？明日マニアーナ？そういう人いますよね。アルテシマなのに、ウィルデマニアーナって呼んでる人いますよね。結構みんな言ってますよね。ネットとかで調べても結構見たことありますよ。なんかの芸能人もね、ウィルデマニアーナ買ってきましたとかなんかそんなのブログだか X だかなんかありましたよ。って思ったんですよね。そういう風にウィルデマニアーナって書いてあるものを買ってきたからそう言ったんだろうなと思うんですけど、ただね、なんか何ウィルデマニアーナっていうことでね、調べるわけですよ。調べると、アルテシマ出てきちゃうんですよね。でもっと深く調べていくとね、分かってくるんですけど、整理すると、アルテシマは、東南アジア原産だよね。これ、僕らがよく知ってるアルテシマで、それは大前提としてありますよね。で、もう一歩、ウィルデマニアーナ。これね、アフリカ原産の植物、中央アフリカとか、西アフリカとかかな。コンゴとかカメルーンとかウガンダとかその辺ですね。でその辺の、もうね、観葉植物として流通すらしてない原種として、ウィルデマニアーナって確かにあります。それね、葉っぱの写真、これね、出したいんだけど、どうしようかな。ちょっと考えてから出すか出さないか考えるけど、僕ね、いつも自前の写真しか出さないって一応してるんで、ちょっと、さすがにウィルデマニアーナ、僕ね、アフリカ行ったことないんで、ウィルデマニアーナの写真とか自前のものないんでね、ちょっとネットで探したやつを載せちゃうかな。ちょっと権利とか確認してからね、載せます。全然違うんですよ。葉っぱが。そもそも。ウィルデマニアーナってなんか調べていくと、日本の、これサイトとかで出てるけど、すごく昔からやっぱり言われてて、で、言われてるっていうのはその言葉が使われてて、で、ふなしはアルテシマっていう名前で言ってたけど、フイリはウィルデマニアーナって言ってたんだけど、最近はみんなアルテシマだね、みたいなことを言ってるとあるお花屋さんのサイトとかも出てくるんだけど、要するに、昔からなんか知らないけど浸透してるんだよね。このウィルデマニアーナっていう名前が。しまいにはさ、なんか、これね、アルテシマみたいだけど、すごい実はレアでとか言い出す人も出てきちゃってる状態なんですよ。いや、それはもちろんレアだよ。もし本当にウィルデマニアーナだったらね。でもね、間違いで、それただのアルテシマじゃん、みたいな。ただのってか、ただのっていうのに良くないね。だからね、全然葉っぱが違うから、そのシノニム関係もないんですよ。で、もうこれ、なんかこういうのもね、この間の湘南ゴムとか、例えばレツーサ問題、ガウジマルのね、あれとかみたいに誰かね、ベルスさんみたいな人が論文でピシャッとなんか言ってくれて、決着つけてくれてるかなと思って、探すじゃん。いろいろガーって探してるんだけど、全然出てこない。要するにね、ウィルデマニアーナって言ってアルテシマの写真を載せてるような海外の文献とか、例えばサイトとか、例えばなんかの投稿とかも全然ないんですよ。要するに、ちょっと推測だけど、これ日本だけの問題なんじゃないのっていう。これ日本だけの問題なのに、園芸品種名の付け方とか間違えたとかそういうんじゃなくて、なんか学名にまでちょっと入り込んじゃってる決定的な間違い。こんな決定的な間違いどうやって起きるのよって思うんだけど、そう。で、それもね、いろいろ推測とか、いろいろ調べたりとか、いろんなことしてるんだけど、やっぱ謎がどんどん深まっていっちゃうんで、ただね、調べた事実として、いろいろあるんで、それは話そうと思うんだけど、ちょっとね、一時情報に近づいていく段階でね、村田永楽園ってね、結構大きい世田谷のね、生産者、卸問屋かながあるんだけど、そこはね、ネットでも情報発信してるんですけど、そこでね、ウィルデマニアーナって紹介してるんですよね。で、そこで紹介している以上、多分その下にいる小売店とかは、そこ信じるよね。で、村田永楽園さんが言ってんだから、正しいよねって、俺思っちゃうのは自然だなと思います。なぜならそのぐらい大きい存在だから。で、じゃあ、村田永楽園はもう僕これちょっと、ウィルデマニアーナ間違いだっていう前提で喋ってるから、違うよって言うんだったらもうコメント欄とかにね、ぜひね、追い上げてほしいんだけど、要するに、なんで間違えたのか。
それはさ、もうちょっともしかしたらさ、時の経過とともになんで間違えたのかっていうのはさ、もう探せない、もうなんかその原因は風化してしまってるかもしれないけど、もう長いことずっと使ってるから、もうそのまんま、もうそのさ、競りの段階でさ、ウィルデマニアーナって言われちゃってるって言ったらさ、もうそこでもうストップなんだよね。なんで間違えたのかっていうのは、昔からそう言われてるからね、つって終わっちゃうでしょ。でも例えば生産者が海外から入ってくるときに、ウィルデマニアーナって言われて入ってくるんだよねって言うんだったら海外の問題なんだけど、でもなんかどうやらそのような感じがしない日本の国内で起きてる問題。なので、もうアルテシマのね、別になんかこう、大量になんか新しいメリクロン苗が入ってきましたとか、そういうタイプじゃないと思うんだよね。どうなのわかんない。なんか永遠にもう日本国内でね、増やし続けてるんでしょ。どうなんだろう。それはちょっと、どういう状況かちょっとわからないけど、ただね、辿っていくとね、僕ね、やっぱね、まずね、日本国内、きっかけはわからんけど、誰が言い出して、それをみんなが信用しちゃってって話、さっきの村田屋楽園さんもそうだけど、その村田屋楽園さんだけじゃない、そのもっと上上流の、一時情報としてね、この人があると思うんだよね。これね、インドアグリーン協会が出してるね、図鑑なんだけど、ここにね、ウィルデマニアーナ載っちゃってるんですよ。これ今日動画で取り上げるんだったらどのページかっていうね、付箋つけとけって話なんだけど。やばい。マジで見失った。前の方だったか後ろの方だったかすら忘れた。ちょっとそこにたくさんそういろんな図鑑引っ張り出してきてるからさ、どの図鑑だったかな、前の方だったわ。この図鑑なんだけど、前の方に載ってたんだっけな、前の方とか後ろの方とか、いろんな図鑑の場所はなんとなく覚えてるんだけど、この図鑑ではどこだったか。ここだ。ダメだ。マジで。真ん中ぐらいでした。ここにね、アルテシマもちゃんと載ってるし、ウィルデマニアーナも載ってるんですよ。しかもね、写真付きで、東南アジア原産ともちゃんと書いてある、アルテシマには。で、一方でね、ウィルデマニアーナにはアフリカ原産って書いてある。ウガンダからカメルーンって書いてある。丁寧にね、ウィルデマニアーナのバリエガータとも書いてるよ。二つ載ってる。でね、写真載ってんだけど、アルテシマの写真が載ってます。ズバリ。僕ね、これも、だから間違い前提で喋ってるけど、要するにね、もうこの段階でも間違えてるんですよね。しかもなんかその、アルテシマと同じ写真をなんか違う名前つけて書いちゃってるみたいな。もう本当に同じよ。なんか、ザタッチみたいな感じ。どっちが数やで、どっちがなんとかみたいな。なんかもうそれこそね、もう素直な人はその写真をこうやって2つ見て、ちょっとこっちの方が明るい色してるかな。それはそうだよ。写真がちょっとそっちの方が明るめで撮ってるからぐらいの違いなのに、多分もうだからそれでこれはウィルデマニアーナじゃなくてこれはアルテシマだとか、これはアルテシマでこれはウィルデマニアーナだとかね、なんかもしかしたらね、やっちゃうんじゃないかなって。無理もないよね。だって、こんなんに載ってたらさ、こんな権威のさ、インドアグリーン協会とかが出してる図鑑に載っちゃってたらさ、信じちゃうよね。何度も言うけど、僕は間違えてる前提で喋ってるからね。いや、合ってるんですって言われたら、僕が間違えてるんだけど、プラスさ、で、これでさ、さらにさ、言うとさ、ピカスワーブっていうさ、名前さ、見たことあります？僕ね、何って思ったんですよ。ピカスワーブってね、観葉植物のもう超初心者の時代から、今でもね、全然初心者のつもりだけど、初心者の時代からフィカスワーブって出てきた時に何これって思って、で、その時全然謎解けなかったんですけど、ワーブってよく見たらさ、これ学名とか見ていくとさ、ワーブさんって人の名前がさ、学名のこう横にこうついてるわけ。要するにつけた人の名前だよね。例えばリラータとかさ、他にもなんだっけ、トライアンゲラリスとかつけた人の名前なんだよ、ワーブって。で、例外なく、ウィルデマニアーナってつけたのもワーブさんだったの。なので、フィカス、ウィルデマニアーナ、ワーブ、つけた人の名前ね、が書いてあるわけ。それでフィカス、ワーブって、例えばだけど、誰かがフィカス、ウィルデマニアーナって、もうすでに間違えてる人が調べて、ちゃんとしたの調べようと思ったら、フィカス、ウィルデマニアーナ、ワーブって書いてある。ワーブは園芸品種名でウィルデマニアーナが学名だ。で、よくあるように学名省略してね、フィカス、ワーブ、要するにフィカス、バンビーノみたいな感じでね。だってフィカス、リラータ、バンビーノ。フィカス、ウィルデマニアーナ、ワーブって書いてある。フィカス、バンビーノって商品名にするのが自然だ。よし。じゃあ、ウィルデマニアーナは、フィカス、ワーブってやっちゃったのかなと。ちょっとなんとなく推測ね。そういうふうに思うわけ。で、今度はフィカスワーブっていうのをさ、見てさ、何これって思った人がさ、調べてみてみたらさ、学名はウィルデマニアーナなんだ、みたいな。ふむふむ、みたいな。
それでさ、あ、これはウィルデマニアーナですっていうさ、なんか間違えた方にどんどん刷り込まれて。で、このウィルデマニアーナっていうのを見た別の人が、ウィルデマニアーナって園芸品種名とかは何なんだろうとか調べたらさ、ワーブって書いてあって、あ、じゃあフィカスワーブだって。間違いのループが繰り返されてさ、どんどん刻み込まれているみたいな。なんか、もうどっちが先かわからないし、ただもう遡ってくと、誰かが間違えたんだよね。その人本当にさ、誰？謎。だからね、僕はね、ウィルデマニアーナって、何それ？もう、ちょっと、これのことをさ、ウィルデマニアーナって言う人はさ、なんでウィルデマニアーナって言ったのか、僕を説得させてくださいよ。本当にこれ調べても全然わかんない、本当に。なんでこうなっちゃったのかわかりません。という動画でした。まあちょっとね、長くなってきちゃった、本当に。まあそんなんでね、まあ今日、本当ちょっと、ただね、ウィルデマニアーナって何？わかりません。はい、おしまいっていうつもりの動画だったのにね、なんかすごいずっと喋ってるよ。そんな感じですかね。まあ特に面白いことはありませんよ。わからん。まあ、今日はそんな感じですかね。じゃあまた次回の動画をお楽しみください。じゃあまた。